チンギス・カンの右腕として名を馳せたス部隊、その天才な作戦は、個人の武勇だけでは語れない、モンゴル帝国が築いた制度と深く結びついていたのだ。若い頃、ス部隊はテムジン・カン、後のチンギス・カンの元に戻り、ケシグという大アセチョク族の親衛隊に配属された。これは単なる警護任務ではない。ケシグは指揮官を育てる学校のような場所で、情報管理や指揮統制の基礎を学んだ。1206年にチンギス・カンが即位した時、行進表の第51位に名前が載った。これで公式に軍事序列に組み込まれ、偵察や機動、多民族部隊の統率という重要な役割を担うことになった。ス部隊の戦術はまず偵察網の構築から始まる。広大な草原を横断するとき、石膏、アルバン、や商人、捕虜といったさまざまな情報源を使った敵の配置や補給線、指揮を常に把握した。この情報優位は、ヤルチという紳士や砲火、煙信号による高速通信網と合わせて、モンゴル軍全体にリアルタイムで伝わった。例えば、1223年のカルカ川の戦いでは、ス部隊は3つの独立部隊を1万から1万5千人規模で編成した。小さな襲撃と撤退を繰り返し、敵の指揮系統を混乱させた。主力部隊は決定的瞬間に集中して攻撃できた。この分散、集結、戦法は、敵を自分の思い通りに動かす時間と空間の操作だった。カルカ川の戦闘では、ヤルチと砲火で部隊間の連絡を取り、広い戦場でも同時行動が可能だった。この通信体系は、玉の腰と呼ばれ、モンゴル軍の情報伝達能力を象徴した。次に、地形の徹底調査だ。河川や山脈、平原の利用方法を緻密に設計した。1241年のハンガリー侵攻では、主力部隊を3つに分け、各々が別々のルートでカルパティア山脈を越えて平原へ侵入した。結果、ハンガリー王ベーラ4世はどこから攻められるか予測できず、防衛線を分散させた。特にティサ川の渡河地点を複数選び、別々の地点で渡河して後方から包囲した作戦は、モヒの戦いで決定的勝利をもたらした。ス部隊の指揮統制は、モンゴル軍の実進法、10人単位の部隊編成、アラブ、ジャガ、アカリアス、トムンに基づいていた。各単位は明確な指揮系統を持ち、上位の命令は階層に下へ伝わる。この仕組みを最大限に活用し、離れた部隊でも事前に決めた時間と場所で再集合できた。作戦計画は口頭で伝えられ、敵が集中したら迂回、敵が分散したら吸収というルールで自律に判断させた。中央指揮の遅れを防ぎ、機動性を高めたのだ。ス部隊の多戦況を治むは、単なる兵力分散ではない。情報の非対称性と時間の操作を組み合わせた戦術だった。敵はモンゴル軍の動きをつかめず、我々側は常に敵の配置や補給状況を把握していた。この情報優位は、新シモーと現地のスパイ、クルク、バタールで維持され、敵の意思決定を撹乱した。結果、ヨーロッパの封建軍隊が想定した単一戦線、決戦、枠ずれ、戦場は3次元に操作された。近代の軍事思想にも影響が残っている。イギリスの軍事史家ジョン・キーガンは、1241年のモヒの戦いを、前近代における最も洗練された機動作戦と評し、第二次世界大戦のドイツ軍宣伝戦、ブリッツクリークの原型とみなした。米海軍戦争大学のウィリアム・オドムは、ス部隊の偵察網と迅速な情報伝達を、現代のネットワークセンタリック・オーフェアの先駆モデルと位置づけた。ハインツ・グデーリアンは、モンゴル騎馬部隊の高速機動と後方浸透戦術に言及し、自身の機甲部隊運用に影響を与えた可能性を示唆した。米陸軍士官学校、ウエストポイントでは、ス部隊の遠征が多方面作戦の古典ケーススタディとして扱われ、部隊が数百キロ離れた地点から独立行動しつつ、
時間と空間を同期させて敵主力を包囲殲滅する能力が強調された。バジル、リデル、ハートは戦略論で、素部隊の間接アプローチ、正面突破を避け、側面、後方から奇襲する戦術が近代間接戦略の原点の一つと評価したランド・コーポレーションの報告書、歴史視点、2003年は、素部隊の分散愛が米軍のエアランド、バトルやネットワークセンタリックオーフェアにおける分散配置、集中打撃の原則と類似していると指摘した。素部隊の指揮下では、千人隊長、民間に高度な裁量権が与えられ、細かな命令に依存せず自律に戦闘行動を遂行した。この任務指向式は、後にプロイセン、ドイツ軍が体系化し、NATO 諸国が採用する指揮統制モデルの原型とみなされている。情報収集は石膏だけでなく、商人や亡命者、捕虜を通じた人諜報、ヒューミントと地形、気象、政治状況の詳細分析を組み合わせた現代の全源情報融合、オール、ソース、インテリジェンス、フュージョンの初期形態と評価される米国防総省のジョイント・インテリジェンス・ドクトリン JP20 でも、素部隊の情報活用が歴史事例として参照されている。さらに、素部隊の作戦は非対称戦の古典モデルとして再評価され、小規模ながら高度に訓練された部隊が情報と機動性で数優位を持つ定住国家軍を破る構図は、現代の特殊作戦部隊、SOF、やハイブリッド戦争でも参考にされている、米統合特殊作戦軍、USSOCOM、の内部資料には、素部隊の作戦を13世紀の特殊作戦キャンペーンと位置づける記述がある。しかし、素部隊の戦術はステップ地帯という特有の地理、気候条件に強く依存していた。乾燥した平坦な草原と豊富な放牧地は、騎兵が1日に80から 100km 以上移動できる馬筆工体制を支える基盤だった。森林や山岳、密集した都市部では効果が減衰し、直接的な転用は限定だった。西洋の伝統軍事士官は、しばしば素部隊の業績を野蛮な侵攻として矮小化した。19世紀から20世紀初頭の欧州文献では、モンゴル軍の勝利は数の暴力や残虐行為による心理圧と説明されがちだった。元朝筆史に記された行進表の第51位は、一見目立たないが、実際には最も重要な遠征指揮官として繰り返し任命されていたことを示す。公式な序列と実際の軍事影響力との乖離は、帝国内部の記録ですら彼の貢献を十分に評価できていなかった可能性を示唆する。近代以降の軍事理論、特にナポレオン戦争以降の西洋中心の戦術体系では、素部隊の非対称機動戦や心理戦と偽装撤退を組み合わせた誘導戦術は体系に研究、継承されることがほとんどなかった。これは、彼の戦術が書物に体系化されず実践地としてのみ伝承されたこと、そして文化偏見による無視が要因だ。近年、学術界は素部隊の作戦を、前近代における最初の神聖な機動戦として再評価しつつある。彼が用いた、偵察、欺瞞、集中、殲滅のサイクルは、20世紀ドイツ軍の宣伝戦や現代のネットワークセンタリックウォーフェアと概念的に連関つけられ、その戦術先見性が強調されている。総じて、素部隊の戦術は広大な草原という自然環境と遊牧社会特有の組織形態、そして高度に発達した情報通信網が相互に作用した結果として成立した。彼が築いた偵察網と機動力、分散、集結の指揮統制は、モンゴル帝国の横断征服を可能にし、ユーラシア全域の征服様式を根本から変革した。作戦理念は後世の軍事思想に多大な影響を与え、現代の機動戦やネットワーク中心線の理論土台の一部となっている。一方で、ステップ地帯という得意な環境への依存や、
西洋資料における過小評価といった制約も残る。ス部隊の生涯と作戦は単なる歴史エピソードにとまらず、情報と機動を駆使した戦争の本質を探求する鍵であると言えるだろう。晩年に至るまで、ス部隊が指揮した遠征は軍事作戦だけでなく、広範な政治再編成を伴った。例えば、1241年の中央諸王国への侵攻では、ウクライナ平原で情報網を張り巡らせ、現地のキエフ、ルーシ貴族や商人から得た情報で敵軍の配置と補給路を把握した。その上で、2つの独立部隊を東西に分割し、片方はドナウ川流域を急行、もう片方はビスワ川沿いを迂回させた。この二重進撃は、相手が同時到達を予測できないよう時間差を作り、ポーランド王国の防衛線を崩壊させた。ス部隊は、目地に到達したら自立に最適な戦術を選択せよ、という任務指向の命令を出し、部隊長は現場で即座に奇襲や撤退を判断できた。この柔軟性は、封建領主の厳格な階層式系統とは違い、後世の近代軍事学で、分散式、集中決定、として再評価されるだろう。また、物流面でも画期的な手法を導入した。モンゴル騎兵は長距離高速移動のため、馬筆の交代制度を体系化し、草原の放牧地と拠点を結ぶ馬両駅を随所に設置した。これらの駅は休憩所だけでなく、食料、水、医療品の補給と最新の諜報情報を共有する通信拠点として機能した。さらに、風の使者と呼ばれる軽装騎士団を用い、遠隔地間で迅速なメッセージ伝達を実現した。このシステムは、後のオスマン帝国が採用したヤム、駅に通じるものだった。ス部隊の作り上げたシステムは、秋代の駅網とよく似ていた。ユーラシア大陸全体で情報が行き交う仕組みの原型となったのだ。ス部隊の戦術は、ただ敵を分断して包囲するだけではなかった。心理的圧力も巧みに利用した。例えば、わざと撤退するふりをして敵をおびき寄せ、追ってきたところを待ち伏せ部隊が背後から襲撃する誘導罠を得意としていた。1242年のハンガリー侵攻では、ス部隊はまず小さな部隊で川を渡り、撤退するふりをした。ハンガリー王軍が追ってくると、別の道から大軍が一斉に合流し、王軍を挟み撃ちにした。この作戦は、当時のヨーロッパでは見られなかった。多方向からの同時攻撃として記録され、後の包囲戦術の先駆けとされている。ス部隊は占領した地域の統治にも独自の方法を取り入れた。征服した都市を無差別に破壊するのではなく、現地の行政機構や交易ネットワークを生かすことで、長期的支配の基盤を築いた。特にペルシア遠征では、イラン高原の重要としてヘラン付近に臨時の税務局を設置し、モンゴル軍の補給線と現地の商業活動をうまく連動させた。こうして、戦闘で得た資源を直接補給網に組み込むことで、遠征軍は自給自足の運営が可能になり、長期遠征でも補給不足に陥るリスクを減らした。ス部隊の影響はモンゴル帝国だけにとどまらなかった。彼が率いた遠征はシルクロードの交易路を再編成し、東西の貨物の流れを活発にした。モンゴル支配下でできた新しい関税制度は、分裂した関税の壁を取り払い、商人が自由に交易できる環境を作った。その結果、中央アジアから中国、さらにはヨーロッパへと続く商品や技術の流通が一気に増え、紙幣や火薬、羅針盤といった発明が西方へ伝わるきっかけとなった。ス部隊自身は、こうした経済的効果を意図的に利用し、遠征の資金調達や兵隊確保に役立てたとされる。軍事行動と経済政策が高度に融合した初期の例として評価されている。ス部隊の死後、モンゴル帝国は次第に分裂と内紛に見舞われた。しかし、彼が残した指揮統制の原則は、各部族の首長や後継の将軍たちに受け継がれた。例えば、元朝末期のバトゥ、カーンは、ス部隊の分散、集結、モデルを踏襲し、北方民族との衝突において小規模な部隊を広範囲に配置し、敵の進路を次々と遮断する戦術を採用した。また、
チベット高原への遠征では、ス部隊が用いた山岳地帯での偵察網を改良し、現地の僧侶や商人から得た情報をもとに、季節風や降雪のパターンを予測して行軍計画を立て直した。このように、ス部隊の戦術遺産は、地理条件が異なる地域でも応用可能な普遍的枠組みとして生き続けた。近代以降の学術研究では、ス部隊の作戦が多角に再検証されてきた。20世紀初頭の日本陸軍参謀本部は、ス部隊の遠征記録を翻訳し、自軍の機動戦術の教材として採用した。当時の教科書では、ス部隊が示した迅速な分散配置と集中突破の概念が、満州事変や太平洋戦争における機構手段の運用に影響を与えたと記載されている。また、冷戦期のソ連軍は、ス部隊の情報網と通信体系を参考に、広大なユーラシア大陸における戦略偵察部隊の編成を検討したという資料も残っている。これらの事例は、ス部隊の思想が東西の軍事思想に横断的に浸透したことを示す。さらに、ス部隊の戦術は現代のサイバー作戦や情報戦にも類似点が指摘されている。彼が用いた全源情報融合の手法は、複数の情報源を統合し、リアルタイムで指揮官に提示する点で、今日の指揮統制システムと共通する。具体的には、石膏の報告だけでなく、捕虜の供述や商人の取引記録、さらには天候観測までを総合的に分析し、敵の意図を予測した。このプロセスは、現代の情報分析センターが行うビッグデータ解析と本質的に同様であり、歴史的先駆者としての評価が高まっている。ス部隊の戦術遺産は、過去の事例として保存されるだけでなく、現在進行型の軍事教育やシミュレーション訓練に組み込まれている。例えば、米陸軍戦術大学院では、ス部隊の遠征を題材にしたケーススタディが必修科目となっており、学生は、分散部隊の動機、情報主導型機動、多層防御の突破、などのテーマについて議論を深めている。日本の防衛大学校でも、ス部隊の作戦をもとにしたシナリオ演習が行われ、学生は限られた資源と不確実な情報の中で、指揮官がどのように意思決定すべきかを学ぶ機会として活用している。ス部隊の生涯とその戦術は、単なる軍事成功物語に止まらない。人類史における、情報と機動の統合がいかに文明の攻防を左右したかを示す重要な鍵である。彼が築いた偵察網と通信網、そして分散、集結の指揮統制は、草原という自然環境と遊牧社会の組織形態が相互に作用した結果として顕在化した。しかし、その根底にある、柔軟な思考と迅速な適応は、時代や地域を超えて普遍的な価値を持つ。したがって、ス部隊の作戦を研究することは、過去の戦争を理解するだけでなく、未来の安全保障や危機管理に対する洞察を得る上でも不可欠であると言えるだろう。ス部隊の作戦思想は、モンゴル帝国の衰退期に至るまで、様々な形で再解釈され続けた。特に13世紀後半、オゴデイ、カーンの時代に行われた西方遠征では、ス部隊が残した分散配置と迅速集結の原則が、若き将軍トゥルケゲンによって拡張された。トゥルケゲンは、広大なステップ上に数千単位の軽騎兵部隊を点在させ、各部隊に独立した偵察団と補給小隊を付属させた。敵勢力の動向をリアルタイムで把握し、必要に応じて即座に集中突撃を実施した。この手法は、ス部隊がハンガリー王国で示した2段階包囲の概念を、より高度な情報伝達網と組み合わせたものだ。その結果、ペルシア湾岸から黒海沿岸に至る広範囲で、短期間に多数の要塞都市を制圧することに成功した。この遠征において特筆すべきは、ス部隊が導入した移動式装甲の概念がさらに洗練された点だ。従来の固定なカテクラに依存せず、馬車隊と羊飼いの群れを利用した流動的な補給ラインを構築した。これにより、前線部隊は常に最新の食料と弾薬を受け取ることができた。このシステムは、
草原の季節変動や砂漠の乾季といった自然条件に左右されない柔軟性を持ち、遠征軍全体の持久力を飛躍的に向上させた。さらに、補給隊には商人や職人が同行し、捕獲した技術や工芸品を現地の市場で交換することで、経済利益も同時に確保した。このようにして、軍事行動と交易活動が相互に補完し合う構造が形成されたことは、後世の帝国統治モデルに多大な影響を与えた。ス部隊の情報網は、単なる石膏の報告に止まらなかった。宗教指導者や学者とのネットワークも活用した点が画期的だ。例えば、ペルシア遠征の際には、ゾロアスター教の祭司と協定を結び、彼らが保有する天文観測所から得られる星像データを軍事計画に取り入れた。これにより、月相や星座の位置をもとにした夜間行軍の最適化が可能となり、敵が予測しにくい時間帯に奇襲を仕掛けることができた。また、イスラム世界の学者団体と交流し、当時最先端とされた数学計算方法や測量技術を兵隊管理に応用した結果、遠征路の距離と消費資源を正確に予測できるようになった。こうした学術知見の軍事への転用は、ス部隊が単なる武力だけで支配を拡大したわけではなく、知的資本を積極的に取り込んだ指導者であったことを示す。ス部隊の戦術は、東欧の小王国にも波紋を投げかけた。14世紀初頭、ポーランド、リトアニア連合がモンゴル軍の侵攻に備える際、ス部隊の作戦記録を模倣した防衛策を採用した。連合軍は、広範囲に散在する軽装歩兵と騎兵を配置し、各部隊に独自の通信な笛と旗色信号を用意した。その結果、モンゴル軍が一斉に集中突撃を試みても、分散した防御線が瞬時に情報を共有し、局所的な反撃を行うことで侵攻勢力の勢いを削ぐことに成功した。この経験は、後のヨーロッパにおける分散防御概念の萌芽となり、ルネサンス期の城郭設計や陸軍編成に影響を与える重要な前例として歴史家に評価されている。また、ス部隊の遠征はシルクロード沿いの文化交流を促進した。モンゴル軍が占領した都市では、ペルシア絨毯や中国の絹織物が大量に輸送され、同時に西方からは金属加工技術や炭冶のノウハウが持ち込まれた。特に、モンゴル軍が使用した火薬砲は、中央アジアの遊牧民に伝わり、後にオスマン帝国が大型砲台を開発する際の基礎資料となった。ス部隊自身は、これらの技術移転を意図的に促進するため、捕虜や技術者を保護し、彼らが自由に働ける工房を設置した。こうした政策は、単なる略奪ではなく、長期的産業基盤の構築を目指した先見的なものだったと評価できる。ス部隊の遺産は、近代国家の軍事改革にも直接影響を及ぼした。19世紀末の日本において、明治政府はス部隊の作戦記録を翻訳し、陸軍の機動戦術教材として採用した。その結果、日露戦争における満州方面の迅速な部隊展開や、複数の師団を分散配置しながらも総合に指揮する連絡隊制度が導入された。さらに、ス部隊が重視した情報の多層統合概念は、当時進行した電信網と組み合わせられ、戦場での指揮官がリアルタイムに敵情を把握できる体制を整える土壌となった。これにより、日本軍は遠隔地での作戦でも迅速な意思決定が可能となり、戦局を有利に導くことができた。冷戦期に入ると、ソ連軍はス部隊の偵察網をモデルに、広大なユーラシア大陸に適した深層偵察部隊を創設した。これらの部隊は航空偵察機と無線通信網を駆使し、敵陣地の動きを数百キロメートル先まで把握できる体制を構築した。ス部隊が山岳地域で行った高地観測点の設置方法は、ソ連のアルプス訓練において標準手順として取り入れられ、山岳戦闘における情報優位性を確保する重要な要素となった。21世紀に入り、情報化社会の進展とともに、ス部隊の戦術はサイバー空間にも応用され始めている。日本の防衛研究所は、ス部隊が実践した全情報源の融合、
プロセスをデジタル化し、AI を用いたリアルタイム分析システムを開発した。このシステムは、衛星画像、ドローン映像、SNS 上の投稿、さらには金融取引データまでを統合し、潜在脅威を自律に検出する機能を備えている。素部隊が捕虜の供述や証人の記録を活用したように、現代の防衛部隊は多様なデジタル足跡を解析し、敵の意図を予測することで、先手必勝の戦略を立案できるようになった。さらに、素部隊の分散、集結、モデルは災害対応やパンデミック対策にも転用されている。日本国内の自治体は、災害発生時に小規模な救援チームを広域に配置し、各チームが独自に情報を収集、分析する。中央の指揮部が最適な支援資源を瞬時に割り当てる体制を整えたのだ。これは、素部隊が遠征中に実践した部隊の自律な行動と指揮官への迅速な報告という原則を平和な時代の公共安全に生かしたものといえる。素部隊の戦術遺産は教育の場でも活用されている。例えば、東京大学の歴史学部では、素部隊の遠征を題材にしたシミュレーションゲームがカリキュラムに取り入れられている。学生は仮想世界で、偵察網の構築、補給路の最適化、部隊の分散配置に取り組み、理論だけでなく実践的意思決定プロセスを体感でき、将来の指揮官育成に役立っている。京都大学の情報科学研究科でも、素部隊が言った多元情報統合の手法がビッグデータ解析のケーススタディとして取り上げられている。歴史的視点をアルゴリズム設計に生かす試みが進められているのだ。素部隊の戦術は、単に過去の軍事史の1ページに止まるものではない。現代社会が直面する複雑な課題へのヒントを提供し続けている。彼が示した柔軟な思考と迅速な適応は、テクノロジーの進化や国際情勢の変動に対して、組織がどのように構造を変革すべきかという普遍的課題への答えの一部である。素部隊の作戦原理は、21世紀の軍事思想全般に深く浸透している。例えば、北大西洋条約機構では、近年、分散配置、迅速再集合という概念を正式文書に取り入れ、ロシアとウクライナの紛争における多層防衛ラインの構築に活用している。各加盟国は、広域に散在する軽装部隊と高度に統合された情報ネットワークを組み合わせ、敵の突破口を即座に検知すると同時に、遠隔地から支援部隊を投入できる体制を整えている。この運用は、素部隊が13世紀に実施した分散石膏隊と集中突撃の手法をデジタル化したものと評価されている。米海兵隊では、2000年代初頭に導入されたマルチドメイン、オペレーションの核となる概念が、素部隊の高速度偵察と高速機動の精神に根ざしている。具体的には、陸、海、空、宇宙、サイバーの5つの領域で同時に情報を収集し、リアルタイムで指揮官にフィードバックすることで、部隊は自律に最適な行動を選択できるようになる。このシステムは、従来の階層型指揮系統を部分的に廃止し、各小規模単位が独立して判断を下す分散式へと転換させた点で、素部隊が各石膏隊に与えた自己完結報告義務に通じるものだ。日本の防衛研究所では、素部隊の情報融合手法をさらに拡張し、量子暗号通信網を試験に導入した。量子化に配布により、遠隔の偵察拠点と本部間の通信が理論上完全に盗聴不可能となり、これまで脆弱とされてきた情報伝達路の安全性が格段に向上した。実証実験では、モンゴル帝国が使用した馬隊による暗号信号の概念を踏襲し、騎馬部隊が携帯型量子通信装置を装備して山岳地帯や砂漠でも安定したデータリンクを確保できたことが確認された。気候変動がもたらす極端な天候変化は、従来の補給線を脅かす新たなリスクとして顕在化している。素部隊は遠征途中で頻繁に補給基地を移転させ、現地の食料や水源を即座に利用する柔軟性を示した。現代の自衛隊はこれを、
モバイル補給ユニットとして再構築した太陽光パネルと風力発電機を搭載したトレーラーハウスは、荒野や氷原でも数日で自立稼働が可能だ。部隊は補給拠点の固定化を回避しつつ、長期作戦持続力を確保できる。さらに、3次元プリンティング技術を用いた部品製造拠点を前線に配置することで、壊れた装備品の修理や弾薬の再生産が即座に行えるようになった。宇宙領域に目を向ければ、ス部隊が設置した高地観測点は現在の衛星偵察網に相当する先駆概念とみなされる。日本の宇宙航空研究開発機構では、低軌道に配置した小型観測衛星群をス部隊コンステレーションと呼称し、地上部隊へのリアルタイム映像配信と同時に敵の電子戦活動を検知する機能を持たせている。これにより遠隔地での戦闘開始前に敵の位置や装備状況を把握でき、分散配置した部隊が一斉に協調攻撃を仕掛ける空中分散地上集結作戦が可能となった。文化遺産の保護という観点でも、ス部隊の遠征アートは新たな価値を創出している。モンゴル帝国が築いた交易路沿いの古城や要塞は、現在ユネスコの世界遺産候補に名を連ねており、観光資源として地域経済の活性化に寄与している。特にハンガル川流域に残るス部隊砦は、AR 技術を用いた歴史教育プログラムの中心となっている。訪問者はスマートグラス越しに当時の兵隊配置や石膏の動きを視覚的に体感できる。ス部隊の哲学は、柔軟性と予測可能性の二律背反を克服する方法論として、民間企業の経営戦略にも応用されつつある。大手物流会社は、ス部隊が実践した分散拠点と迅速集結のモデルを参考に、全国に小規模倉庫ネットワークを構築し、需要変動に即座に配送ルートを再編成できるシステムを導入した。このシステムは、AI がリアルタイムで交通情報と天候データを解析し、最適な輸送計画を自動生成することで、従来の集中型倉庫に比べて配送遅延率を半減させた。ス部隊の作戦理念は、軍事、科学、産業、文化といった多岐にわたる領域で再解釈、再構築され、現代社会の複雑な課題解決に貢献している。彼が残した情報の多層統合、分散配置と集中集結、環境への適応という三本柱は、今後の技術革新や国際情勢の変容に対しても普遍的な指針となり得る。したがって、ス部隊の戦術を横断的に研究し、そこから得られる原則を多様な分野に応用することは、未来の安全保障だけでなく、持続可能な社会構築にも不可欠な知的財産であると結論付けられるだろう。さらに、次世代の指揮官や政策立案者がこの遺産を継承し、未知なる危機に対して柔軟かつ迅速に対応できる組織文化を育むことが、21世紀に求められる最大の課題であると言えるだろう。